今日はですね、松本人志さんの週刊文春との裁判和解、このニュースについて解説したいと思います。松本さんね、もう1年以上テレビから姿を消しておりまして、この構造っていうのは、テレビっていうのは本当に高級サラリーマン、高級取りのサラリーマンの組織なんで、みんなサラリーマン社長だし、ちょっとしたことでも足をすくわれて、退職に追い込まれたりすると巨額の退職金を失って懲戒解雇とかにもなりかねないので、もう松本人志さんなんか怖くて扱えないんですよね。ドキュメンタルとか、未だに松本さんがプロデューサーでやったりとかしてるんだけど、テレビが彼を使わないのはそういう小賢しい理由ですね。ほんとさ、テレビ局のサラリーマンってさ、ビビリばっか。ほんとビビリ。さっさとやめた方がいいのにね。さっさとやめて、YouTube のプロデューサーやったりとか、Netflix とかアマプラに行った方がよっぽどマシだと思いますよ。ということで、松本さんの問題なんですけれども、結局ですね、物的な証拠はない。だけれども、不快な思いをさせたら謝ると。あくまでも性加害をしたことについて謝ってるわけではなく、不快な思いを、した人に謝ってるっていうところが多分、妥協のポイントだったんだと思います。松本さん、正直別に損害賠償請求訴訟ではあるんですけれども、こういう名誉毀損の損害賠償って、せいぜいもらえても1000万ももらえないんで、正直5億5000万だかなんだか請求してましたけど、こんなものが認められるわけもなく、裁判費用もずっとかかり続けるんで、やってもあんまり得はないんですよね。あとは週刊文春はですね、北村洋一っていう割と日本最高クラスの弁護士が様々な理由でついてるんで、僕もその弁護士にですね、脅されたことあるんですけど、非常に怖い人なんで、松本さんもですね、いろいろあったんだと思いますけれども、金銭の和解もないということで、双方痛み分けのような形になっているんじゃないかなというふうに思います。テレビは先ほどの説明の通り、ビビリの人たちの集まりなんで、松本さんを積極的に使おうなんていう人はいないし、それに忖度したこたつ記事メディアみたいなのが、また松本さんのことを悪く言ったりとか多分すると思うんですけれども、それはもう無視して、YouTube とか Netflix でスターになってください。ということでね、今回の件、まさにその性加害と言いつつですね、刑事事件化もされていませんし、そもそも多分刑事事件にするチャンスはいくらでもあったと思うんですけれども、そこまでの構成要件ではなかったんでしょう、おそらく。だから週刊文春書きっぱなし、それを信じるバカは、松本さんに疑問を抱き続けると思いますし、その辺ちゃんと自分の頭で考えられるようになった方がいいのかなっていうふうに思います。他の事件ね、いろいろ監督が女優志望の女の子を犯したとかですね、そういうのとか、いろいろ事件化されております。だから松本さんの件でもですね、事件化しようと思えば別にできることだと思うんですけれども、おそらくそこまでの構成要件はなかったのかなっていうふうには思います。ということで、週刊文春に対しての訴訟を取り下げたことで、気持ち的にも本人一段落つくんじゃないかなというふうに思いました。松本人志さんが性加害をしたんじゃないかという疑惑を週刊文春が報道したことについてですね、解説したいと思っております。その時のですね、その手引き役といいますか、女の子をホテルの部屋に連れてったとされているスピードワゴンの小沢くん、僕非常に仲が良くてですね、巷で言われている小沢くんの誕生日会、そちらの方にもお邪魔させていただいたことがあって、ことあることにですね、小沢くんがいつだったかな、もう18年ぐらい前ですかね。彼の誕生日会で、僕が全員分の飲み代をおごった話を、いつになってもしてくれるんですけど、もちろんその女性もたくさん来ているし、芸人さんとかですね、タレントさんもたくさん参加する誕生日会なんですけど、その場で性的な行為を誘導するとか、促すとか、そういったことは一切なくて、もちろん僕はそこで知り合った女の子と仲良くなったりとかしたことはもちろんあるんですけれども、それは別に普通にお話をしていて、仲良くなるようなことは全然あったんですけども、特段、僕はそういう飲み会に誘われてないっていうのもあるかもしれないんですけど、でも、芸人さん、同居していた徳井さんとか、品川庄司の品川くんとか、その辺とも誕生日会みたいな感じで、こじんまりとした誕生日会。だから普通の飲み会合コン的な飲み会みたいな感じで、それを怪しい会だっていう風に言い始めたら、きりねえかなっていう。もちろん松本人志さんはね、既婚者っていうこともあるんで、倫理的道徳的にどうなんだみたいなお話が出てくるのはそれはね、仕方がないにしてもですね、その後ね、小沢くんが
芸人仲間に見せたとされる LINE のやり取りがあって、女性側がありがとうございました。非常に紳士的な方でした。みたいなお話を LINE 上で書いてたということもあってですね、彼の性格からして本当になんていうのかな、先輩を立てるというかですね、余計なことは言わないというか、そういった、ある意味奥ゆかしいというか、だから、こういうスキャンダルとかになるような人じゃないんだよね、小沢くんは。松本さん知らないですよ。僕、松本さんと夜飲みに行ったことはないんで、同じマンションに住んでた時にですね、多分両方とも飲み会上がりで、エレベーターの前でばったりみたいなことはありましたけど、あれ、ダウンタウンデラックスかなに出た時に和牛マフィアの会員券を、プレゼントしたらですね、わざわざ芸人仲間を十何人連れてきてくれてですね、和牛マフィアで大盤振る舞いをしていただいたというような、本当にありがたい、お話もあったりとかして、人間としてそういった MC とかでお話しするところで、そういういわゆるいやらしい話みたいなのは全然聞いたことがないので、そういう悪評もあんまり聞かないですし、今回の件が真相はちょっとわからないですけれども、それの件で芸能活動をなんか自粛するみたいなお話になってたりとかするのはちょっとおかしいし、でもホリプロコム、小沢くんの所属事務所は特に恥ずべきことはないので、これまで通り、普通に仕事をしていきますというふうなお話を声明として挙げられてたのははっきりした態度で僕はいいと思います。ただ、実際のところお正月特番かなんかはですね、放送延期なのか中止なのかわかりませんけれども、お蔵入りになったっぽいので、僕もね、昔フジテレビを買収しようとして平成教育予備校っていう番組2週間分お蔵入りになってサンプラザ中野くんさんに怒られちゃったりとか、それこそその番組小沢くんも出てたんですけど、そういったことも、ありましたと。で、なんか、よく週刊文春はきちっと裏取りをして完璧な記事を書いてるはずだ、みたいな話が、よく言ってる負け知り側のアホはいるんですけど、んなわけねえだろうと。検察とか警察ですら事件を作ろうと思ったら証拠捏造したりとかするんですよ。金儲け目当ての一週刊誌、全然モラルもクソもねえような他人のなんか、まだね、性加害スキャンダルって言ったのはあれなんだけれども、そうじゃなくてもう超プライベートな人の性的思考みたいなものまで暴露するとか、ただの悪趣味じゃん。悪趣味で人の趣味を覗き見てですね、それをあげつらって金を稼ぐ最低の集団なんですよ、あいつらは。なので、そんななんかね、モラルなんかあるわけねえんだよ。で、証拠なんかね、適当なんだよ。だってさ、あいつら別にさ、証拠不十分で、この件は、確固たる証拠がなかったねとかって後で裁判で結構負けてんだよ。週刊文春って。なのにもかかわらず、何の責任も取らず、金だけ儲けてトンズラだよ。ひどい奴らじゃん。それは警察とか検察の方がまだマシよ。嘘の証拠を捏造してるのバレたら、もうその後処分されて出世の見込みとかなくなっちゃうからね、奴らも。だからそれはそれで必死だよね。週刊文春はそれないからね。ということで、部数が売れれば何でもありなので、これ週刊文春とは違う週刊誌なんですけど、すげえびっくりする話があって、まだそのこたつ記事をね、闇ジャーナリストみたいなやつが書いたこたつ記事をですね、じゃなくてその記事を元にしてこたつ記事を書いた立花隆さんとかね、ジャーナリストの立花隆さんもお亡くなりになっちゃったんだけど、日経 BP に僕が怪しい取引をしてるみたいな嘘記事を書いて、それで和解したんですけど、うちらが賠償金もらって和解しましたけれども、そういった話ライブダー事件の時いっぱいあったのよ。だからね、全部でね、何千万円か多分賠償金せしめたよ。ほとんど和解ですけど。その中でもね、一番ひどかったのは講談社の案件で、これはやばかったね。恵比寿のウェスティンホテルのスイートルームで、ホリエモンが闇カジノに興じていたみたいな。そういう記事が出ました。ライブダー事件の時だったんで、みんなこれ本当だろうって多分思ったんだと思いますけど、これがもう本当なんでこんな記事が出るのかさっぱりわかんないんで、俺本当酔っ払って記憶をなくして誰かに闇カジノに連れて行かれたのかなって思うぐらい、その日のアリバイとかまで全部調べたもんね。自分が自分を信じられなくなっちゃってて、あの頃は。ライブダー事件も含めてですけど。で、調べてみて、これは絶対ないなと。記憶をなくしてもう行ったことがないなということが確信できたので、ズバリ講談社、あと、これフライデーだったかな。週刊現代だかフライデーだかを僕訴えました。そしたら、どうやらその、垂れ込みをしたおばさんがいたらしくて、その垂れ込みをしたおばさんが出廷するって話だったんですよね。そしたら、期日にも出廷してこなくて、証人いません、みたいな。あれ宣誓して証言をするんで、自分が嘘ついてること分かってるから、これ裁判出てきてそこで偽証したら、偽証罪で刑事責任まで追及されちゃうんで、偽証罪ってめちゃくちゃ重いんで罪が。
ああ、こいつ偽証罪ビビって来なかったんだと思って、証人が来ないってなんだよそれみたいな。なので、わかんないですけど、その小沢くんも松本人志さんもそうなんですけど、絶対これは事実無根だっていうんだったら、かっちり訴えりゃいいと思いますよ。訴えて、その裁判で嘘を言ったら、偽証罪に問われますから。偽証罪で民事責任だけじゃなくて刑事責任取らなきゃいけないんで、かなり重い罪です。そういったところも含めてですけれども、どうなのかな。そこまで耐えられるような証拠がちゃんとあるのかどうか。そういうのも含めてですね、吟味検討して、で、外野まだ何もね、お互い真相がちゃんと分かってない人たちは、憶測で物を言わない方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに、週刊文春も同じような記事で僕は訴えたことがありますが、当時ですね、私、まだライブダ事件の刑事裁判、最高裁で、争っていた時に、弘中淳一郎先生の弁護団に、北村洋一先生がいてですね、この北村洋一先生っていうのは週刊文春の守護神と呼ばれている凄腕弁護士なんですけど、当時僕が文春訴えたもんだから、そこの代理人弁護士が北村洋一先生になっちゃって、堀さん、このまま裁判進めると僕はこの弁護団から降りなきゃいけなくなっちゃうってなって、弘中先生が北村先生に降りられたら大変だからって言われて、説得されて訴えを取り下げたっていうのがありましたけれども、そういった感じでございます。週刊文春が記事にしたからって証拠がちゃんとあるかって言ったらない場合も結構ありますよと。相手側の言い分ばっかりを聞いてですね、なんかね、こっちが訴えられたというか記事にされた方は突然突撃されてですね、新幹線の中とかでですね、突然週刊文春ですとか言われたら、青かお前っつって。そういったことも含めてですね、週刊文春の奴らは最低な奴らですということだけは言っておきましょう。ということで、いってらっしゃい。